おばさんこんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日はですね、前回ちらっと、前回の動画で話をしましたですけど、五葉松ですね、五葉松の、植え替えをちょっとやろうかなと思っております。で、本来は何回も言いますけど、だいたい2月の中旬ぐらいからでしょうかね。2月3月ぐらいが本来一番ベストな時期ではありますけど、こっちも前回の撮影のあの頃は氷点下マイナス3度とか4度とか寒かったですけど、今日は今日でめちゃくちゃ今度は暑いと。それこそさっき今朝近くの家の近くのコンビニに行ったら半袖の男性を T シャツ1枚の男性も半袖もどうかとは思いますけど、やっぱそのぐらいちょっとここ最近はここ 2,3 日暖かいですね。また来週木曜かそこらから週末3、4日氷点下が続くみたいですけど、それも最後かもしれないですね。もうどんどん、急激に暖かくなってくるかもしれません。この辺はですね。だからそろそろ準備をしていただいて、植え替えなんかを、やったらどうかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日はですねちょっとここに、4つこれ入れて5つですけどね、出してるんですけど、ちょっと、あんまり聞いたことのない名前の五葉松ですね。で今ちょっとこれは土ポットですね、これ外して根を出してみたんですけど、しっかりした根がこう出てますけどね。これの名前がこれちょっと呼び名が分かりません。栄の光って書いて栄光なんかな、栄光、ちょっと鉛筆で書かれてるやつで栄光さんかな、なんかっていうのと、これはどっちだった？これは国松、国章っていうのが国松って書いてありますけどね、これとこの2つがそうですね。でこれは日本一っていうやつですね。名前すごいですよね、日本一っていう。であとこれ最後のこれはちょっと葉が長いですけど、これは那須、立章っていうんでしょうかね、書いてありますけど、ちょっとあまり聞いたことのない名前なんですけどね、これをちょっと鉢に入れていこうかなというふうに思います。まずちょっと今もう一つこれ抜いたのであれですけど、そうですね、これ五葉松いっても継ぎ御用ですね。どっかこの辺でこう継いであるんですけどね、次ここですね。ちょっと針金で癖つけるのに巻いてあったんですね、もともとが。この辺もまだついてますけど、その辺でちょっとこの辺が膨らんでしまってますけどね。葉性は短めで、育てていくのにはちょっと面白いかなというふうには思います。台木がこれはちょっと黒松なのか五葉松なのか、五葉松なのに五葉松に継ぐというのも最近はありますので、昔はそれこそ四国なんかのああいう継ぎ御用なんていうのはもう下土台が黒松だったんですけどね、これ五葉松に五葉松を継ぐ、ここと上と下の肌質が変わるので、その辺でもしかしたら下台木五葉松っていう可能性もなくはないんですが、これちょっと分かりません。これ何でしょうね。五葉松かもしれないですね。これを、ちょっと鉢に入れていきますが、いくつかちょっと鉢も並べて、この辺の鉢にちょっと入れていこうかなというふうには思います。でこれちょっと植えるのはですね、山砂と赤玉とこれは藤砂が入っております。非常に小さなあれですけどね、このぐらいのサイズなんでちょっとこの辺を使っていきます。ムカデの赤ちゃん。
せっかくなんでですね、飾りをちょっとつけますね。呼び名はちょっと先ほども言いましたが分かりませんが、栄光さんというのか、栄光なのか、その辺はちょっと分かりませんが、正面ちょっと苔を貼って、飾りにできるような感じですね。やっぱり締まりますね。このサイズですからね、植え替えもさっとできますので、今の時期にこういうちっちゃいのなんかやると面白いかもしれないですね。まずはやっぱ鉢選びっていうのもあるんですけど、飾るやつですので、あまり形式にとらわれないで、ちょうど合うサイズの鉢を選ばれるといいかなとは思いますけどね。鉢が小さいとそれだけ乾きも早くなりますから、若干ちょっと、大きめを選ぶ方も多いんですけど、あんまり大きすぎると今度はまたですね、見た目もちょっとあまりよろしくないので、持ってらっしゃるちょっと可愛らしい鉢であったらそれでも十分いいかなと思います。本来こういう松なんかは焼き締めいてこういうちょっと茶色系統の鉢を使いがちなんですけど、どんな鉢でも持ってらっしゃるのがあればそれでいいかなとは思います。次はちょっと、葉っぱがこれは長い品種ナス縦章っていうのか、鉢が若干他のに比べると大きめなんですけど、その分上もちょっと大きいのでですね、このぐらいのにちょっとやってみようかなというふうに思います。昨日ちょっと依頼というかあったんですけど、2月ぐらいにできたらいいなというふうに今準備をしているそうですが、いろんな雑貨関係を販売したりしてるところなんですけど、そこで、月1回人を集めてイベントをやると、その中の一つのコーナーとしてミニ盆栽なんかの講習会みたいな形、もちろん講習料はお支払いできませんけどというお話で、ちょっとご依頼というかですね、依頼があったんですね。でもしやるとなれば YouTube なんかも撮っていいんですかみたいな話をしたら、それは構わないですよと。ただ来られてるお客さんがもしかしたら顔が映るのはっていう方がいらっしゃるかもしれないんで、そういう時は顔にニコちゃんマークではないかそんなをモザイク言うとなんか犯罪者みたいだからですね。でそんなんであれば OK かもよっていう話で、高鍋なんですけど、でちっちゃな例えば今ある材料でやるとしたらもみじとかああいうのをちょっと今ポット苗がありますからね、ああいうの2月だとちょうど植え替えの時期としてもいいので、そんなを本鉢というか鉢に植え替えて、そういうのを実際にやっていただいて、
そういう講習会をちょっとやってもらえないか、企画してもらえないかという依頼があって、で先ほど言ったように講習料はお支払いできないけどその代わり材料費はお客さんからいただきますということなんで、それだったらちょっと遠いとこはあれですけどね、近くなんでこちらの予定とあれが合えばね、おまけに撮影もさせてもらえるんだったらいいんじゃないのか、いいじゃないですか、いうのがありましたんで、またその時はぜひ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今度はちょっと鉢も大きいですから土もちょっと大きめのやつを使いますけどね。ちょっと書きますね。はい、2点目がこんな感じですね。ちょっと葉っぱが長い分鉢もちょっと大きめにしましたけど、今年は4、5年5、6年に1回来るやつで植え替えでですね、昨年くるからさんにも手伝っていただいた都城であそこまで大きくはないんですけど、ただ今度は数がたくさん、今依頼が来てるところで一番数が多いところは20鉢ぐらいあるんですよ。でかい黒松ばっかり、五葉松が1本だけで、その五葉松に関してはもう
7年前かな植え替えたのが。で片枝のこう長いやつで、まあ半県外みたいな感じなんですけど、鉢がちょっとその頃ちょっとなくてですね、県外鉢がちょっと膨らんだ鉢なんですよね。だから想像としては抜けない可能性もあると。こうしてる。そうです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 。で、まあ、ご本人がもうおいくつだろう、もう結構高齢で、もう施設に入られて、でその植え替えのことを気にされてたということで、息子さんのお嫁さんから連絡があって、で植え替えをまあ母が気にしているという、施設に入られたけど、まあその辺はしっかりしてらっしゃるで依頼をしてくれと、そろそろのはずやという話があったらしくて、もうご主人はだいぶもう20年ぐらいになるかな、前亡くなられたみたいですけど、奥様の方が非常に元気でずっと管理をしておられたんですけど、で、まあ、何度か目切りとか植え替えとかやらせてもらったことなんですけども、この6、7年やってないので、まあ他のやつは全部普通の常滑は常滑ですけど、プレス鉢いうて、まあ、角鉢のあれなんで、まあ、うちにもサイズがちょっと大きくても在庫あるのでいいんですけど、まあ、県外鉢の方ですね、まあ、サイズがうちでいうとまあその辺にあるやつかなとは思うんだけど、何せ袋なんで、まあ、お客さんの方には万が一の時はまあ挑戦はしますけど、どうしてもの時には鉢を割らないかんかもしれんという話をしたら、もうそれはもうしょうがないということで、まあああいう袋のやつって結構手間がかかるのでですね、1回、1時間ぐらいはちょっとチャレンジしてみようかなと思うけど、まあ、一鉢でごっとり疲れる可能性もあるのでですね、そういったやつの数が結構あるところのご依頼が今年まあまあ来てて、で、まあ、2月に入ってからですよっていう話をしてるとこなんですけどね、今日程調整をしてるとこなんですけど。ただそれこそ、特注の鉢で、去年都城行った時の200何寸かのあれの 1.5 倍ぐらいの鉢に入ったやつがあるんですよ。でただあれはもうその場で抜いてその場で植え替えるという形をするので、もう庭木でもいいんじゃないのかというぐらいでかいのでですね、しかも2階に駐車場の上がまあベランダ状態になって、そこに置いてあるので、もう持って帰るのも下ろすのがもう無理なんでですね、だからもうその場に行ってちょっとやるので、まああれなんで、他のやつはまあ持てんことはないんですけど、そこもやっぱ12、3本ありますので、なんかそういう数があるところばっかりのご依頼ばっかりで、1鉢2鉢っていうのは毎年こうちょこちょこご依頼あるんですけど、まああんだけの数になるとですね、時間もかかるしちょっと大変なんですけど、まあ、あとはお天気ですね。2月3月で、3月は宮崎の場合ちょっと雨が多かったりする年もあるので、まあ、今年は今のところ2月は雨があんまり降るような予報はないので、今のところはですね、まああれの時は2月中になんとか終わらせた方がいいのかなというふうには思ってますけど。なるほど。まあ、これが、3点目、国松さんですね。国章というのか国松というのか。これがこう日本一っていうやつですね。まあ、日本一なんなのかはちょっと
いまいち分かりませんが、日本一という名前ですね。最近はこういう作られた方がいろいろ名前を考えられてっていうふうに出しておられるんだっていうふうに聞きますけど、はいですね。最後は最後のも先ほどやったのと名前は一緒なんですが、国松さんですね。ですね。
はい、最後の5つ目ですね。これ今一緒にちょっと並べましたけど、これは本物の松ですね。これは偽物です。前、今でもあるんだと思うんです。今さらにもうこんなちっちゃなやつで針金盆栽っていうのがあるんですけど、豆盆栽のですね、非常にお値段が逆にちっちゃいやつは高いですね。これは以前、もう10年ぐらいになるかな、愛媛の方から購入したんですけど、針金盆栽ですね。で国府なんかの売店で結構高額で出てたそうですが、それを、だいぶ安くで分けていただいたんで、もしよかったらこれももう長いこと飾ってますからね、ほこりだらけです。一回色つけるのも面白いかと思いますよ。これもちょっとよかったら販売所の方に載せておきましょう。よろしくお願いします。針金盆栽ですね。ちょっと同じ品種のものもありますけど、いろいろ形、葉の長さ、葉性ですね、違ったものがちょっといろいろあって、それを鉢に植えてみましたが、こうやってちょっと鉢が器が変わって苔がちょっと乗せてあげると雰囲気もだいぶ変わると思うんですけどね。よかったらまた販売所の方見ていただいて、これそのまま、載せると思いますので、また次回お楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。